日本では、いい学校に入るために多くの学生が激しい競争をします。この競争は受験戦争と呼ばれます。特に高校や大学の入学試験はとても難しく、学生たちは長い時間をかけて勉強します。いい学校に入ると、将来の仕事や生活が有利になると言われているため、多くの人が受験を重視しています。受験戦争は、小学生の頃から始まることもあります。公立の小学校や中学校は基本的に試験なしで入ることができますが、私立の学校を目指す場合は、お受験と呼ばれる試験があります。特に有名な私立の小学校や中学校では競争が激しく、合格するために幼い頃から塾に通う子どもも少なくありません。受験対策のために、子どもたちは算数や国語だけでなく、面接の練習や礼儀作法まで学びます。親も非常に熱心で、家庭での学習環境を整えたり、面接の練習を手伝ったりします。こうしたお受験は、子どもだけでなく、親にとっても大きな挑戦です。中学生になると、高校受験が大きな目標になります。日本では義務教育が中学校までなので、高校への進学は義務ではありません。しかし、現在の日本ではほとんどの学生が高校に進学します。高校にはいくつかの種類があります。公立高校は都道府県や市町村が運営しており、授業料が比較的安く、進学校も多いため、人気があります。一方、私立高校は学費が高いですが、設備が整っていたり、独自の教育プログラムがあったりするため、志望する学生も多いです。専門高校、商業高校や工業高校などでは、特定の職業に必要な知識や技術を学ぶことができます。高校受験に合格するために、多くの中学生は塾に通い、毎日遅くまで勉強します。特に有名な公立高校や難関私立高校を目指す学生にとっては、競争がとても激しく、試験に向けて長期間準備をする必要があります。試験の前には、毎日10時間以上勉強する学生もいます。また、日本の高校受験では、一般的に筆記試験だけでなく、面接や内申点、中学校の成績も評価の対象になります。つまり、普段の成績も大切なので、学生たちは毎日の授業にも真剣に取り組まなければなりません。そして、日本の受験戦争の中で最も厳しいのが大学受験です。大学受験は人生を左右すると言われるほど重要視されており、特に有名な国立大学や私立大学に入るためには、高い学力が必要です。大学受験には大きく分けて一般入試と推薦入試があります。一般入試では、多くの学生が共通テストと呼ばれる全国試験を受け、その後、志望する大学の試験を受けます。共通テストの結果が悪いと、志望校に合格するのは難しくなります。一方、推薦入試は、高校での成績や活動を評価して、試験なしで合格する方法です。ただし、推薦をもらうためには、高校での成績をしっかり取る必要があります。最近では、栄養入試と呼ばれる総合型選抜の試験も増えており、面接やエッセイなどを通じて、学力以外の能力も評価されるようになっています。大学受験に成功するために、多くの学生は予備校や塾に通います。特に大学受験のための予備校はとても人気があり、有名な先生が授業をし、効率よく勉強する方法を教えてくれます。予備校では、過去の試験問題を分析し、大学ごとの対策を行うため、学生は試験に向けて戦略的に勉強することができます。しかし、予備校や塾の授業料はとても高く、年間で100万円以上かかることもあります。そのため、経済的な負担が大きく、家庭によっては塾に通うことが難しい場合もあります。もし大学に合格できなかった場合、多くの学生は浪人になります。浪人とは、高校を卒業した後、
もう1年勉強して翌年の試験を受けることです。浪人生は予備校に通い、再び受験に挑戦します。しかし、浪人生活は精神的にも経済的にも大変で、できるだけ現役で合格したいと考える学生が多いです。浪人期間中は、毎日何時間も勉強しなければならず、友達が大学生活を楽しんでいる間もひたすら試験勉強を続けなければなりません。また、浪人することで親に経済的な負担をかけることもあり、プレッシャーを感じる人もいます。受験戦争は学生にとって大きなストレスになります。特に大学受験の前は、睡眠時間が少なくなったり、体調を崩したりする学生もいます。また、受験のプレッシャーから、心の健康を害する人もいます。さらに、塾や予備校の費用が高いため、経済的な負担も問題になっています。最近では、受験ストレスによるうつ病や不登校の問題も注目されています。しかし、最近では、受験の方法が少しずつ変わっています。例えば、栄養入試や総合型選抜という制度があり、試験の点数だけでなく、面接やエッセイで合否が決まることもあります。また、海外の大学に進学する日本の学生も増えています。こうした変化によって、受験戦争のプレッシャーが少しずつ減るかもしれません。また、オンライン学習の発展により、塾に通わなくても独学で学ぶ環境が整ってきています。日本の受験戦争は、多くの学生にとって大きな挑戦です。いい学校に入るために、一生懸命勉強しなければなりません。しかし、最近では受験の方法も変わり、勉強以外の能力も評価されるようになっています。これからの時代、受験制度がどのように変化していくのか、注目していく必要があります。皆さんは、日本の受験についてどう思いますか？自分の国の受験制度と比べてどう感じますか？ぜひコメント欄で教えてください。日本では、いい学校に入るために多くの学生が激しい競争をします。この競争は受験戦争と呼ばれます。特に高校や大学の入学試験はとても難しく、学生たちは長い時間をかけて勉強します。いい学校に入ると、将来の仕事や生活が有利になると言われているため、多くの人が受験を重視しています。受験戦争は、小学生の頃から始まることもあります。公立の小学校や中学校は基本的に試験なしで入ることができますが、私立の学校を目指す場合は、お受験と呼ばれる試験があります。特に有名な私立の小学校や中学校では競争が激しく、合格するために幼い頃から塾に通う子どもも少なくありません。受験対策のために、子どもたちは算数や国語だけでなく、面接の練習や礼儀作法まで学びます。親も非常に熱心で、家庭での学習環境を整えたり、面接の練習を手伝ったりします。こうしたお受験は、子供だけでなく、親にとっても大きな挑戦です。中学生になると、高校受験が大きな目標になります。日本では義務教育が中学校までなので、高校への進学は義務ではありません。しかし、現在の日本ではほとんどの学生が高校に進学します。高校にはいくつかの種類があります。公立高校は都道府県や市町村が運営しており、授業料が比較的安く、進学校も多いため、人気があります。一方、私立高校は学費が高いですが、設備が整っていたり、独自の教育プログラムがあったりするため、志望する学生も多いです。専門高校、商業高校や工業高校などでは、特定の職業に必要な知識や技術を学ぶことができます。高校受験に合格するために、多くの中学生は塾に通い、毎日遅くまで勉強します。特に有名な公立高校や難関私立高校を目指す学生にとっては、競争がとても激しく、試験に向けて長期間準備をする必要があります。試験の前には、毎日10時間以上勉強する学生もいます。また、日本の高校受験では、一般的に筆記試験だけでなく、面接や内申点、中学校の成績も評価の対象になります。つまり、
普段の成績も大切なので、学生たちは毎日の授業にも真剣に取り組まなければなりません。そして、日本の受験戦争の中で最も厳しいのが大学受験です。大学受験は人生を左右すると言われるほど重要視されており、特に有名な国立大学や私立大学に入るためには、高い学力が必要です。大学受験には大きく分けて一般入試と推薦入試があります。一般入試では、多くの学生が共通テストと呼ばれる全国試験を受け、その後、志望する大学の試験を受けます。共通テストの結果が悪いと、志望校に合格するのは難しくなります。一方、推薦入試は、高校での成績や活動を評価して、試験なしで合格する方法です。ただし、推薦をもらうためには、高校での成績をしっかり取る必要があります。最近では、栄養入試と呼ばれる総合型選抜の試験も増えており、面接やエッセイなどを通じて、学力以外の能力も評価されるようになっています。大学受験に成功するために、多くの学生は予備校や塾に通います。特に大学受験のための予備校はとても人気があり、有名な先生が授業をし、効率よく勉強する方法を教えてくれます。予備校では、過去の試験問題を分析し、大学ごとの対策を行うため、学生は試験に向けて戦略的に勉強することができます。しかし、予備校や塾の授業料はとても高く、年間で100万円以上かかることもあります。そのため、経済的な負担が大きく、家庭によっては塾に通うことが難しい場合もあります。もし大学に合格できなかった場合、多くの学生は浪人になります。浪人とは、高校を卒業した後、もう1年勉強して翌年の試験を受けることです。浪人生は予備校に通い、再び受験に挑戦します。しかし、浪人生活は精神的にも経済的にも大変で、できるだけ現役で合格したいと考える学生が多いです。浪人期間中は、毎日何時間も勉強しなければならず、友達が大学生活を楽しんでいる間もひたすら試験勉強を続けなければなりません。また、浪人することで親に経済的な負担をかけることもあり、プレッシャーを感じる人もいます。受験戦争は学生にとって大きなストレスになります。特に大学受験の前は、睡眠時間が少なくなったり、体調を崩したりする学生もいます。また、受験のプレッシャーから、心の健康を害する人もいます。さらに、塾や予備校の費用が高いため、経済的な負担も問題になっています。最近では、受験ストレスによるうつ病や不登校の問題も注目されています。しかし、最近では、受験の方法が少しずつ変わっています。例えば、栄養入試や総合型選抜という制度があり、試験の点数だけでなく、面接やエッセイで合否が決まることもあります。また、海外の大学に進学する日本の学生も増えています。こうした変化によって、受験戦争のプレッシャーが少しずつ減るかもしれません。また、オンライン学習の発展により、塾に通わなくても独学で学ぶ環境が整ってきています。日本の受験戦争は、多くの学生にとって大きな挑戦です。いい学校に入るために、一生懸命勉強しなければなりません。しかし、最近では受験の方法も変わり、勉強以外の能力も評価されるようになっています。これからの時代、受験制度がどのように変化していくのか、注目していく必要があります。皆さんは、日本の受験についてどう思いますか？自分の国の受験制度と比べてどう感じますか？ぜひコメント欄で教えてください。